今緊急で動画を回しています。中国宮廷料理にも出される幻のキノコキヌガサタケがこの竹林にも発生しているのを昨日タケノコを取りに来て偶然発見してしまいました。どうもチートンです。ということでキヌガサタケを取っていくということで、ここからはね落ち着いて採取していきましょう。ちなみにここはね妻の実家の竹林なんですけど、マダケが生えていて毎年タケノコを取らせてもらっています。キヌガサタケはね竹林によく生えるキノコなんですけど、まさかマダケのタケノコがほぼ終わった時期に生えてきているとは知らず見落としていました。いつもならねこの時期にあまり来ないんですけど、たまたま先日来てみてよかったです。さあキヌガサタケが生えている場所に行きましょう。はい、こちらこれがスッポンタケ目スッポンタケ科スッポンタケ属のキヌガサタケの葉菌です。これはねすでに成熟していて、あとはこれからググッと数時間で一気に伸びて胞子をまき散らすだけです。まあまき散らすとは言ってもね、虫たちによって運ばれるタイプの胞子です。このキヌガサタケを美味しく食べる方法として、この伸び始めの頃に先端についてるグレバと呼ばれる胞子を含んだ臭い粘液状の傘の部分を取り除く方法があります。ちょっとやってみましょう。もうこの距離で臭いんで触るのちょっと嫌なんですけど、美味しく食べるねコツなんで、なんとかねここを引き剥がしてみたいと思います。うわーくっさ、これがキヌガサタケの胞子をたっぷり含んだ粘液です。これはね地面に戻してまたここにキヌガサタケが入るようにしておきましょう。取れた。ペリペリペリっと剥けるんですね。これ後でまた見れるんですけど、筋毛と呼ばれるレースの部分ですね、ちょっとちぎっちゃいました。その筋毛の上を薄く胞子を含んだ粘液の層があるんですけど、それをねペリペリと剥くことができますね。こうしておけばこの粘液がキヌガサタケ本体につかなくなるのでいいですね。うわーくっさ。さあどんな感じでキヌガサタケが伸びてくるのか観察してみましょう。ということでものの1時間でここまで伸びました。めちゃくちゃ早いですね。この素晴らしく美しい佇まいからキノコの女王とも呼ばれています。ちなみにこのキヌガサタケはすでにねグレバを取っちゃったんで、通常の見た目とは違うんですけど、普通はねこういった見た目になります。この傘の部分がスッポンの頭に見えることからスッポンタケという種類に分類されてるんですけど、まさに亀の頭ですね。しかもこれ下の方にこうやってね玉がついてます。ほらここに玉があるでしょ。この玉から棒がスーッと伸びて、こうやって先端が膨らんでいます。そしてね先端を覗くとこんな感じで細長く穴が開いています。でね、さっきも説明した通りこの先端はグレバといって胞子を作る組織なんですけど、緑色っぽい粘液にたくさんの胞子が含まれています。そして匂いを嗅ぐとくっさ悪臭がします。なんて表現したらいいかな、男子トイレにある立ち小便器の水が流らないやつ、その匂いに近いものがあります。いわゆるアンモニア臭ですね。ただもっと複雑な臭さがあって一言では言い表しにくい匂いです。この匂いに虫が寄ってきてキノコを食べることで胞子を運んでもらっています。ちなみにねこの匂いは早い段階でこの傘を取るか、周りについてしまった粘液をきれいに洗い流すことで美味しく食べることができます。グレバもね洗えば食べられるので僕は持ち帰ろうと思います。はい、それじゃあねこのキヌガサタケも収穫していきましょう。はい、取れました。やっぱり匂いがないですね。無臭のパーツです。さあ行くぞ。めちゃくちゃ綺麗な個体がありました。ザ・キヌガサタケ、完璧な姿ですね。うわーすげえ。なんか先端から汁溢れちゃってますね。先端の汁と思ったらこれプルプルしてゼリー状ですね。そして相変わらず臭いです。いやなんとも言えないすごい姿ですね。キノコの女王と呼ばれている理由がわかります。匂いの成分ができるだけ遠くまで拡散するように背高く伸びて、虫が登りやすいようにレースを下ろす。これが自然に作られた造形だと思うとなんとも言えない気分になりますね。自然の威風さえ感じます。早速収穫していきましょう。よっ、うわでっかい玉、テストステロン値高めなキノコですね。立派なキヌガサタケゲット。今取ったキヌガサタケもこのグレバの粘液がね他の部分につかないように剥ぎ取っておきましょう。はい、グレバも取りました。もうすでにダンゴムシが来てますね。このレースが登るきっかけになるんですね。こっちにもあった生えかけのキヌガサタケがありました。これはね分かりやすくグレバの下から筋毛が伸び始めています。他の部位が臭くならないようにグレバの部分取り除いちゃいましょう。くっさいグレバが取れました。このまま伸びるのを待ってもいいんですけど、実はこれこうやって収穫しても竿の部分もしっかり伸びるし、筋毛の部分レースもしっかり降りてきます。なんてねこうやって収穫してしまって構いません。綺麗な状態のキヌガサタケをゲットしました。うわめっちゃ生えてる。
ここにもここにもここにも生えてます。よく見るとあちらこちらに衣笠岳の葉筋があります。ここには2つの玉がありますね。これはめちゃくちゃでかい。この大きさ、これは立派な衣笠岳が生えてきそうです。残念ながらまだね決壊して出てくる様子はありませんが、期待できる葉筋です。ぬるっとしたと思ったら衣笠岳の葉筋がありました。ほんと至る所にあるな。衣笠岳林だ。いやというかもうね、この竹林全体がね衣笠岳の匂いで溢れてます。めちゃくちゃ臭い。うわー立派。くすくさ。雨が降ったせいでグレバから全部臭い粘液が落ちちゃってますね。ちょっと下処理大変そうですけど、持って帰って頑張りたいと思います。幻の高級キノコがこんなにたくさん取れます。うわ、これはまだグレバが汚れてる。もうこのまま持ち帰りたいと思います。これはまだギリセーフかな。これはグレバ取っておきましょう。下から持ち上げるようにしてやればこうやって簡単に取れます。立派立派。ちなみに今取ったこの衣笠岳、匂いを嗅いでみましょう。グレバのあの臭い匂いが全くありません。やっぱね臭いのはグレバだけなんですね。この状態にすれば美味しく食べられると思います。傘が開く前に早めに取った衣笠岳なんですけど、綺麗に広がっています。ちなみにこいつの匂いはちょっと匂いしますね。傘が開ききったところでちょっとなんか淡くグレバと同じような匂いがしています。完全に無臭というわけではないようですね。ということでたくさんの衣笠岳を収穫することができました。早速持って帰って調理していきたいと思います。ということで帰宅。衣笠岳を持って帰ってきました。今回はこれを使ってスープを作っていくんですけど、とにかくね一度洗っていきましょう。まずはね臭いもの同士で洗っていきましょう。グレバのところはねデコボコしてて中に粘液が入り込んでるので、そこをねしっかり洗っていきましょう。これあれだな、こういうところデコボコすぎて中の粘液がうまく取り出せないのでシャワーで洗っていきましょう。細いシャワーを当てると綺麗に洗い流すことができます。このスポンジ状の部分にもこのシャワーがちょうどいいですね。隙間にしっかりと流水が入って粘液を洗い流すことができます。汚れていたグレバも毛の部分もレースの部分も洗い流すことができました。ただねまだ10% ぐらいは残ってますね。続いて現地でグレバを取っておいた衣笠岳も洗っていきます。しっかりね洗い流していきます。手触りが外側と内側で違いますね。外側はザラザラしたスポンジ状なんですけど、中はちょっとヌルヌルしてます。触り心地がね外と中で全然違う。そしたらねだいたいこれで洗い終わったので、果たして匂いはどうなったのか。今こいつらの匂いはだいたい 5% くらいです。完全になくなることはなさそうなんで、茹でこぼして匂いを消したいと思います。ファイヤー。そしたらね洗ってきた衣笠岳を茹でこぼしていくんですけど、今回このグレバの部分も食べてみたいので、このレースがしっかりしてるこいつとこの辺ですかね、これを食べていきたいと思います。こっちに残ったやつはね後でゆっくり家族で楽しみたいと思います。そしたらこれをね早速茹でこぼしていきましょう。せっかく成長途中でグレバを取って臭くないように処理した衣笠岳をこいつと混ぜちゃうのかって思う方もいると思うんですけど、なんかね洗ってみると大差ないんですよね。なんで別にもったいないっていう感じは特にしてないです。なんでこれをしっかり茹でこぼしていきましょう。入らんな。これも折ってしまいましょう。すごいスポンジ状ですっかすか。このグレバ付きの衣笠岳も折ってしっかりね茹でこぼしていきましょう。熱湯に入れたら結構匂いが立ち上がってきましたね。めちゃくちゃ強烈っていうほどでもないんですけど、やっぱこれは臭いですね。この出汁を使っちゃうと多分かなり臭いですね。ちなみに出汁に味はあるのか味見してみたいと思います。舌に広がる感じは意外とキノコの出汁っぽさありますね。ただちょっとやっぱね便所臭というか多少立ち込めちゃうんだよな。これこのまま妻に食べてもらうとあんまり美味しくないっていうので、これはもう茹でこぼします。出汁がねもったいないって思う人もいると思うんですけど、そもそもそんなに強い味じゃなかったんで風味を優先したいと思います。ファイヤー。早速中華スープを作っていきます。お湯に純米酒を少々、中華だしをドボン、オイスターソースを一回し、醤油も一回し、ちょっと味見してみましょう。なんかちょっと物足りないな。ちょっとだけコンソメ入れます。だいぶ味にまとまりが出ましたね。いい感じです。そしたらここに玉ねぎ一旦ひと煮立ちさせます。はい、ひと煮立ちしました。ちょっと味見。玉ねぎのパワー半端ないね。かなりいい感じに仕上がってます。そしたら最後に黄金のスープにしていきましょう。卵を入れていきます。一回止めてね渦を作って、そこにしっかり溶いた卵液を入れていきます。細く入れることでふわふわの卵スープになります。一気に入れるとね温度が下がっちゃうので2回くらいに分けて入れましょう。もう一度火をつけます。しっかりね火が通ってしまえば卵を触っても大丈夫です。お湯の温度が上がってきたんでもう一度卵液を入れていきます。
卵に火が入りました。そしたらここに先ほど茹でこぼした衣笠茸を入れていきます。しっかりねスポンジ状のきのこに味を染み込ませます。ひと煮立ちしました。うまそう。完成。幻のきのこ衣笠茸で黄金のスープが出来上がりました。大地の恵みに感謝していただきます。まずはスープからいただきましょう。いただきます。めちゃくちゃうまい。特にきのこの出汁が出てるわけではなく、これはね僕が作ったスープがうまいだけです。それでは衣笠茸のスポンジ状の柄の部分いただきます。うまい。このスープをふんだんに吸ったこのスポンジ状の部分がなんて言うんだろうね、歯ごたえがシャキシャキするというか、ショリショリするというか、ジョリジョリするというか、なんとも言えない食感ですね。これは衣笠茸唯一無二の食感かもしれません。今までこの食感感じたことないな。それじゃあこのねスカートじゃなくてレースの部分ね、金毛の部分いただきます。いい歯ごたえ。ここはねシャク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 っとね噛み切れる、すごい心地のいい食感です。それと便所のようなアンモニア臭のような臭い匂いは一切感じません。めちゃくちゃいい仕上がりです。やっぱ茹でこぼして正解ですね。あの匂いがしたら絶対こうはならない。そしてちょっと心配でもあるこのグレバの部分いただきます。ここも歯ごたえがねシャキシャキサクサクして美味しいです。一番臭みを心配していた部分でもあるんですけど、全く臭みもなくて美味しく食べることができました。せっかくなんでねこのふわふわ卵も食べましょうか。いただきます。めちゃくちゃうまい。マジ天才か。ヘイだな、衣笠茸そ食べてみたい。ういいよ。いただきます。何これ食感プチプチ、何シャキシャキ、美味しい。変な感じ。楽しいね。面白い。アリさん入んないで。あれだね、そもそもスープがうまいからうまいね。俺のスープがうまいんです。うまいね。お兄ちゃんずるい。いただきます。うまい。うまいっしょ。うまい。これが何？衣笠茸。衣笠茸。そう。いただきます。うまい。面白い。シャキシャキ、コリコリ。初めて食べる食感。いただきます。見た目いかつ。いただきます。美味しい。めちゃめちゃ歯切れのいいスポンジ食ってるみたい。うまい。確かにその通り。いただきます。もう食感めっちゃ好きだわ。ごちそうさまでした。ということでね、妹子と甥っ子たちまで現れて食べてくれたんですけど大好評でした。この衣笠茸のスープ食べてみたいと思った方、そしてねこの動画が面白いと思った方はぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンからぜひ友達に拡散してください。また今後も面白い動画どんどん投稿していくのでぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。